今回はアムステルダム、世界一動物的なショーがあったり、拷問器具のミュージアム、ゴッホが生まれた国でハイネケンが生まれたのもこの国、なんかちょっと変わってる国、そんなオランダ編です。おはようございます。今日はオランダに行きます。イエーイ。今回ユーロスターを使って地面で移動していきたいなと思います。2時間ぐらいでベルギーからオランダ着くみたいなので、これに乗っていきたいと思います。それでは行ってみましょう。ユーロスターの席について紹介します。ユーロスターはこんな感じでここが上がってて、ドリンクホルダー2つ、あとはコンセントがここにありまして、車両はこんな感じ。めっちゃ綺麗ですよね。結構お荷物席も結構広めです。ここでオランダ基本情報についてお伝えします。正式名称はオランダ王国といって、首都はアムステルダム。面積は 41,500 平方キロメートルと、九州より一回りぐらい大きい感じになります。人口は約1760万人。言語はオランダ語。英語も大半は通じる土地です。通貨はもちろんユーロで、宗教はキリスト教が多いです。オランダは世界一身長が高い国と呼ばれていて、男性の平均が183センチ、女性が170センチ前後と、道行く人の身長をぜひ見てください。めっちゃ高かったです。ハイネケンが生まれた土地でビール有名です。今回はご飯オランダっぽいものを食べてないので省きますが、ハーリングと言われる生ニシンの塩漬けっていうのが結構有名です。他は大体ヨーロッパと一緒かなっていう食べ物ばっかりです。そして性にオープンな国と呼ばれていて、売春が合法、飾り窓地区がとっても有名ですよね。皆さんもご存知だと思います。のショーとかも見たので、そういうのに興味ある人はぜひ見てください。あとは自転車がとっても多い国で、人口より自転車の方が多いらしいです。そんなちょっと変わった国オランダ、魅力が詰まった場所なので、皆さんぜひ見ていってください。アムステルダムセントラル駅到着しました。東京駅みたいな感じですね。今から先にホテルの方に行きたいと思うんですけど、ホテルに行く道がすごい面白くて、対岸のホテルを取っていて、対岸までフェリーで行くみたいです。無料でフェリー乗れるっていうオランダならではのシステムなんですけど、そのままフェリー乗っていきたいと思います。オランダのフェリーに乗っていきます。アムステルダムは運河が多いので、こういった無料のフェリーがたくさんあるみたいで、完全に生活の基盤となっていて、市民の皆さん普通に乗っています。時間も3分から5分ぐらいで向こう岸に渡れて、渡りきったらフェリーまたすぐ出発みたいな感じなので、待つストレスはありません。ちなみに対岸のホテルじゃないと、アムステルダムのホテルコスパ悪いみたいなので、今回僕らはここにしました。でも正直交通の便悪いので、あんまりおすすめしないかな。茶色いっすね。サクって着きました。すごい、オランダはめっちゃ自転車文化なんですね。めちゃくちゃ自転車の通路も整備されてます。今回泊まったのはホリデーインアムステルダム。全世界にありますね。とりあえず荷物だけ預けて、今回1番目の目的地ハイネケン工場へ電車で向かいました。カードで払って値段わからなくなったんですが、調べたら1ユーロちょっとって書いてました。着きました。ハイネケンが生まれた街ということで、まずハイネケン工場に行きたいと思います。ハイネケンのミュージアム、ハイネケンエクスペリエンスにやってきました。ハイネケン工場にやってきました。オランダといえば自転車とハイネケン、めちゃくちゃ可愛い自転車。ここ写真映えスポットなんで、みんな撮れます。こんな感じ。ここはハイネケンの歴史やビール製造工程を学ぶことができるミュージアムになっていて、1867年に建設されたハイネケンの最初の醸造所を改造したもので、実際に使われていた原料貯蔵サイロや発酵タンクなどを見学できるのがすごいところです。一応ハイネケンっていうのの基本情報を話すと、1873年にヘラルド・ A ・ハイネケンが創業したビールメーカーになっていて、もともと家族経営だった醸造所だったんですが、今はオランダを代表するグローバル企業に成長し、世界192カ国で300種類のブランドを販売しているみたいです。世界中に輸出をしており、ビール業界では第2位のシェアを誇っています。1位はバドワイザーらしいです。日本でも札幌ビールの工場とかが有名になるぐらいやから、そら楽しいところでしたね。ハイネケンの歴史めちゃくちゃ詰まってました。めっちゃいいやん、この体験。ここが当時使われていたビール醸造所の仕込み窯ですね。そのまま残ってるのがすごいです。おー、すごい。デモンストレーションやから、なんか
お湯混ぜて興奮してる。デザイン性が高見ちゃん。ボトルされていってます。すごいすごいすごい。ちゃんとこの体験、絞りたての一番新しい生ハイネケンを飲めて最高です。めちゃくちゃ美味しかったこれ。ロースト。出来たてのハイネケンを一番新しい状態のハイネケンをここでいただけるのでいただいてみます。すごいスイーティーな感じが、バナナの感じもわかる。うまいうまい。これはうまいわ。ハイネケンの体験工場は最後にデザインユアボトルとしてここでボトルを作れます。うわーかわいい。いっぱいある。サッカーにします。サッカー好きなんでユースケーンにしました。これは嬉しいね。ここのハイネケン工場、歴史を学んだ後にプリクラとか思い出作りとか楽しいところもあって、いろんな場所があっていいです。映えスポットもあったり、あとスポンサードしてる企業の紹介施設もあったりするので、ハイネケンといえばサッカーにすごいスポンサーしてるので、リアルなベンチとかもあってよかったです。体験の最後にはバーがあって何倍かハイネケンを楽しめます。生の一番新しいハイネケンビール飲んでます。めちゃくちゃ美味しい。うるさくて耳は潰れそうですが最高でした。ハイネケンのグッズスペースに来ました。別にそこまでグッズも高くないのでいい感じです。大体3000円ぐらいで水筒買えちゃいます。チャンピオンリーグのボトルもある。栓抜きとか超可愛いです。最後は自分で作ったビールをもらって終了。ハイネケンエクスペリエンス、生ビールがめちゃくちゃ美味しかったです。ここでアムスの綺麗な街並みを紹介。ここはアムステルダム国立美術館。綺麗な建物ですよね。あとめちゃくちゃ運河があって綺麗です。運河の色はちょっと綺麗ではないかなって感じですが、オランダの道端でとりあえず微妙なご飯しかなかったんで、ちょっとスーパーに行って食べることにしました。ゴッホ美術館にやってきました。動画撮影禁止だったので写真と説明になります。とりあえず写真で見てください。ゴッホはなんかオランダで生まれた画家で、生涯1枚しか作品が売れなかった売れない人なんですけど、死んだ後に評価されて、なんか絵をいっぱい見てきました。10年で2000枚ぐらいの絵を描いたらしいので、3分の2ぐらいは描いてる計算ですよね。こんな感じでゴッホ、サクッと行ってきて、クルーズ今から乗る予約をしてるんで、クルーズ乗りたいと思います。アムステルダム、運が大量の街なので、クルーズで街を回っていきたいと思います。普通に街中をぐるーって一周回るようなツアーでしたね。ゴッホ美術館の入場料とセットで、だいたい1人7000円ぐらいでした。チケットはアゴダで取りました。オランダの綺麗な街並みが一望できて、綺麗で最高のクルーズなんですが、ちょっと長いんで眠たくなります。ポカポカで気持ちよかったです。でも一つ面白かったのは、このクルーズでハウスボートって言われる船の上に家やホテルがあるようなものが見れるっていうのが面白かったです。第二次世界大戦後、住宅不足の時代に使われなくなった船を住居にしたのが始まりみたいで、今ではアムステルダムの街並みを彩る独特の風景になっているみたいです。キッチンもトイレもあって、エアビーで貸し出してる人もいるみたいです。さっき座ってた椅子があります。すごい優雅ですね。バナナ食べてますね。ホテルチェックインしました。ホリデーインアムステルダム。こんな感じのお部屋になってて、結構景色が良かったです。2人で朝食ビュッフェ付きで1万円ずつ2万円でしたね。近くにスーパーもあるので、こうやってご飯も買えます。飾り窓地区にやってきました。すごい数の大麻ショップがあります。すごいです。で、ここをちょっと越えたところに飾り窓があるみたいなんで、それでは行ってみましょう。写真や動画撮れないみたいなので、ここからは語る感じで行きます。着きました。ちょっとここだけ多分撮れそうなんで、どんな感じか見せましょう。すごいめちゃくちゃ人おるよ、この時間。ちょっとどうなんか後で感想を言いたいと思います。おはようございます。今日は6月18日、アムステルダム最終日です。昨日行ってきた飾り窓地域、その中で
ツショーをやってるとこに行って、ちょっとカサロッソっていうところに行ってきたんですけど、もうすごかったね。目の前でが繰り広げられてる様子、もう店がすごい楽しかったです。もう黒人のブツでけーってなりつつ、見せるアクロバティックそういうのを見たり、あとは飾り窓で普通に働いてる人たちを見たり、カナビスショップが並んでるようなところを見たり、冬遊びめちゃくちゃ充実してるなっていうところでした。まあ感想はでもオープンな国、しかも街並み綺麗な中でそれができるっていうのがオランダの強いところかなって思いました。オランダ最終日は朝ごはん食べて、今から拷問博物館へ向かいたいと思います。朝食はホテルの朝食でこんな感じでビュッフェでした。美味しかったです。オランダの拷問博物館に行きます。中世から18世紀までの処刑とかで拷問が盛んに行われた時の拷問器具がたくさん展示されているということで、ちょっと歴史的にもすごいところなんで行ってみましょう。ここですね。拷問博物館、ちっちゃいです。トルチャーミュージアム。入場料は 9.5 ユーロ。今回動画短いのでここいっぱい喋ります。見てください。一番入ってすぐにあるのは首吊り器具があります。見てください、この鉄球。これ痛そう。当てられたらひとたまりもねえよ、こんなの。多分これアイアンメイデンだよね。ちゃんとこれアイアンメイデンでした。この中に針やトゲがいっぱいあって、中で刺される一番痛そうなやつですね。ナルトの勘九郎を思い出しちゃいます。これすごいね、この顔。怖っ。悲痛な叫びがあったんでしょうね。多分一番危ねえ股先の道具がありますね。股先のやつ、スペインの馬と呼ばれていて、こう重りを足につけて股を裂いていくようなやつですね。超痛そう。そしてここにはフルート・オブ・シェームと呼ばれる処罰用の金属製拷問具があります。これは、めっちゃ面白くて、首と両手をこういう感じでこの器具に固定して、楽器演奏者が音楽を失敗した時に恥ずかしめにさらしめるようなやつみたいです。だからトランペットミスっただけでこれされてたって思うとだるいっすね。うぜえな、この時代。多分まずこれが一番痛いです。スパイクの椅子ですね。やべえ。足と手と首にはめて赤ちゃんのような体型にずっとさせるやつですね。圧縮型拷問器らしいです。ずっと圧縮されるらしい。やばくねこれ。痛そう。この器具は拷問の中で最も苦痛なものとされるらしいです。ずっと体が圧縮されていくからめちゃくちゃ痛いらしい。最後にあるのがギロチン台です。すごいね、ギロチン台。フランス革命を象徴する処刑道具で、上から重たい斜めの刃が落ちて首を即座に切断する構造になっています。人道的かつ平等な処刑方法とされているらしいです。ルイ16世もマリー・アントワネットもこれで亡くなったギロチンです。拷問博物館ギロチンで最後終わりました。なんか30分ぐらいで終わるんで、普通に見るだけやったら30分もかからんかな。説明見ながらでも30分ぐらいだったんで、時間がない最後のオランダ観光におすすめです。皆さんもぜひ行ってみてください。それでは今からケルンに移動したいと思います。